よろしくお願いします。お願いします。じゃあ、今の活動と、今までやってきた活動、バンドなりを簡単に紹介してほしいんですけど、お願いします。はい、今はスタジオティッシュボックスっていうお店を、リハーサルスタジオですねを福島県の郡山っていうところでやってて、音楽活動は自分のソロ一人でやってるやつが今主に動いてて、あとは鈴木トルトゥーガオーケストラっていう変な人いるんですけどその鈴木くんと2人でやってるジャンプスっていうのをメインで活動してます。それ以前にもいろいろやられたと思うんですけど、ちょっと簡単に振り返って教えてもらっていいですか？はい、大学生の時に、小岩の近くに住んでて、そこでバンドを始めたのが最初なんですけど、ここでナンセンス・フォー・ライフっていうバンドを組んでまして、それが、ドラムですね。ドラムでやっていて、しばらくその小岩 M7 っていうライブハウスがあったんですけど、M7 中心にライブ活動してて、で、大学卒業して、出身が福島県なんですけど、2008年頃戻ってきて、その時にナンセンス・フォー・ライフっていうバンドは遠距離でしばらく続けてて、で、2010年ぐらいにレッドテンプルっていうバンドを組んで、で、レッドテンプルで結構たくさんライブしましたっていう感じですね。なんで笑っちゃいましたね。そんな感じですね。で、そのレッドテンプルやりつつ、なんかもうバンドでやっていくので、なんか結構やりたいこととかいろんなこと出てきちゃって、でその頃に、ジャンプスとか、あとドラムの名取さんっていう人がいて、その人と2人でやってるイオリテンっていうやつと、あとチェロの中村さんと2人でやってるスピンクスっていうやつをやって、でその頃に、5年ぐらい前なんですけど、ソロも始めて今に至るっていう感じですね。結構じゃあレッドテンプル以降は、レッドテンプルも3人ですけど、さらにコンパクトにっていうか。そうですね。やっぱ全然動きやすいですか？動きやすいんですけど、なんかやっぱバンドじゃないとそんなに出るイベントだったりとか、ライブの本数自体は少ないですね。やっぱレッドテンプルの時が一番ライブみたいな形ではやってたかなっていう。そうですね。その頃が一番多かったですね。確かにその頃に知り合った人っていうのすごい多いですもんね。多分。そうですね。僕らもそうですもんね。そうですね。今経営してるティッシュボックスについてちょっと聞きたいんですけど、いいですか？はい。小岩から郡山に帰ってきて、普通に会社員で働きながら音楽やってたんですけど、震災がきっかけといえばきっかけみたいな感じで、なんかもう普通に仕事してる時に、なんか何やってんのかなみたいな時間が結構続いてて、なんか音楽のなんかやりたいなと思ってたのがずっとあったんで、そのタイミングでなんかそのライブハウス以外でなんかこう自分たちの遊ぶ場所っていうか集まる場所みたいなのあったら、もっと音楽だったりとかなんかいろんな渦がこう広まっていくかなと思って、でライブハウスよりもちょっと入り口の敷居が低いというか、いろんな人が集まりやすいスタジオみたいなのが地元になかったので、やってみようっていうことで2013年ですねに始めたっていう感じですね。郡山の下のライブハウスとは関係あるんですか？関連とか。関連はなくて、知り合いがやってるんですけども、ピークアクションというライブハウスがあって、でピークアクション自体も震災でもともと別の場所にあったんですけど、そこのテナントがダメになってで移動してきて今の場所にあって、僕もお店始めるときになかなかいい物件なくて、でたまたまピークアクションの上空いてるよってことでそこでやってるって感じですね。結構たまたまみたいなとこもあるんですね。そうですね。系列って感じではないんですけど、一緒になんかやるときはやったりとかっていう感じですかね。いい場所っすよね。やっぱ下にライブハウスあって上にスタジオがあってっていうロケーション的には。そうですね。こう集まりやすくて
なんかピークアクションはすごい店長の人柄がすごい出てて、いろんなバンドがいるんですけど、ですごいいい人で、なんか温かい家みたいな感じで、でうちは人が出てるんですけど、僕が結構卑屈なので、なんか変な人が集まるみたいな感じの変な関係性ですね。だからなんかピークアクションのイベントに来たバンドの人がライブ前とかに上に来てくれたりするんですけど、なんかすごい俺がすごい使用対応だから、あれなんか変だなみたいな顔はしてるっすね。それでも別に嫌がってるわけじゃないですよね、荒川君は。いや、若干嫌がってるかもしれないですね。人見知りっていうのもあるんですけど、はい。出ちゃってるっていう。出ちゃってますね。もう全然、始めた頃は特にですけど、そもそもそのお店を始めるきっかけがこう、入り口っていうか、みたいな感覚だったんですけど、やっていくうちに結構、なんか自分でやりたいこととか、やりたくないことはやんない方がいいなみたいになって、で自分が好きなものとみんなが好きなものっていうのは結構違うのは当たり前なんですけど、そういうのに結構気づくのが時間がかかって、こんな感じに最近はなっちゃいましたね。無理しなくなったっていうか、はい、感じですね。一人でね、仕事をやってる人とかは結構そういう風になるっていうか。そうかもしれないですね。でもそういう感じじゃないと多分できないですよね。そうですね。大変な面があるから。ライブもやってますよね、ティッシュボックスは。そうですね。結構イベントもかなり受け入れがたいってわけではないんですけど、その地元の人たちが好きな音楽っていうのと自分が好きな音楽っていうところのなんか兼ね合いが難しくて、で結構経営的なところもあって、ちょっと 2,3 年前からはかなり減らしてやってる感じですね。年に1とか2とかですね。前は結構やってるイメージでしたけど、ちょっと減らしてるっていう感じで。そうですね。持ち込みをあんまり受けなくなったっていうのはあるかもしれないですね。あとカセットテープのレーベルについてあるんですけど、そっちもますか？いいですか、ティッシュボックスもそんなところで。ティッシュボックスそんなところで。